今まで洋裁をしてきて、もう一人私と同じ体があったらなぁと思うことが何度もあった。一人だと背中とか見えないし、補正も一苦労。立体裁断にも興味があるけど、でもこれって自分の体型のトルソーじゃなきゃ意味ないよね。こうなったら自分と同じ体型のトルソーを作ってみよう。自分の体型のトルソーを手作りしようとは思ったものの、どうやって作るんだろう。3D プリンターで作ってる人や、ガムテープを体にぐるぐる巻いて型紙を作っていく人もいたけど、協力者もいるし、ちょっと現実的じゃないな。こんな風に調べたり悩んだりすること数日。自分の採寸から作られるトルソー型紙を購入できるアメリカのブートストラップファッションという会社を見つけた。実際作った人の口コミなんかを見てみると、ほぼ自分の体型通りにできたという人や、ちょっと誤差が出たという人もいたけれど、まあ私はそもそもトルソーを一つも持ってないし、だいたい私の体のサイズでできればいいかなということで、とりあえずこのブートストラップファッションの力を借りてトルソーを作ってみることにした。これがブートストラップファッションのサイト。いろんな種類のトルソーが選べる。基本的に型紙は PDF ファイルで送られてくるため、日本からでももちろん海外からでも購入できる。今回私は一般的な婦人向けの体型の型紙ミッシーというものを選んだ。購入する前に自分の体の採寸の値を入力していこう。入力する単位はセンチかインチかも選ぶことができる。英語でどこの部分を測ればいいかわからないなという場合も、このハテナマークを押すと、こうして図柄でここを測りますよというのが出てくるので分かりやすい。姿勢や撫で方、怒り方などの体型の特徴も入力していく。人間の体はサイズだけでは表しきれないから、こういう体の特徴の情報も入れられるのはすごくいいね。購入すると基本的に30分後ぐらいには PDF ファイルが送られてくる。アメリカの紙のサイズはレターサイズというのが標準なので、表示サイズを選ぶときは気をつけよう。印刷サイズが正確かチェック。よし、大丈夫そうだ。型紙はこうして分割して印刷されるから、貼り付けて型紙を切っていこう。生地の準備をしよう。今回トルソーに使う生地はこれ。少し控えめな花柄のコットン。薄すぎず厚すぎず伸びないのがいいそう。生地全体に接着芯を貼ってから裁断していこう。裁断した後に接着芯を貼ると伸びたり縮んだりして誤差が出てしまうそうなので、こうして先に接着芯を貼る。
今回は服作りじゃなくって、なんて言ったって自分サイズのトルソー作りだから、なるべく濃さをなくすようにしよう。よし、じゃあ裁断していこう。とってもパーツが多いから、間違えないように印やノッチを正確につけていこう。生地の裁断以外にも、今回はこういう段ボールも使っていくから、段ボールもカットしていこう。これは肩のところに入るパーツ。これはちょうどトルソーの底に使うお尻の下の部分らへんの私の輪切りのパーツ。やっとした準備が終わった。いよいよ縫い合わせていこう。まずは後ろ中心と後ろ脇を縫い合わせよう。縫い幅はいつもよりも短く、中に綿を入れるから、その綿が漏れてこないように、圧迫されて伸ばされても丈夫なように、今回の縫い目の幅は2ミリにした。前下中心と前下脇を縫う。カップ中心とカップ脇を縫う。前上中心と前上脇を縫う。ちょっと夜更かしちゃったな。いちごと生クリームが余ってるから、フレッシュなうちにフルーツサンドでもサプライズで朝ごはんのデザートに作ろう。
いやー、しかしずっとトルソーは欲しかったから、自分サイズのができたら夢が広がるな。だんだん自分の型紙を作れるようになってきたから、トルソーに実際に布を巻いてデザインしていくのってちょっと憧れちゃうんだよね。今日も続きをやっていこう。今縫い合わさったところまで縫い代に切り込みを入れて開いておこう。全部立体的でカーブの作りだから切り込みは必須だ。カップと前下身ごろを縫い付けよう。ここは一番立体的だから慎重に縫っていかないと。縫うたびに縫い代に切り込み。前上身ごろと前下身ごろを縫い付けよう。前身ごろと後ろ身ごろの脇を縫う。バストとアンダーバストとウエスト、ヒップにジグザグミシンにラインをつけておこう。前中心を縫い合わせる。肩を縫おう。ネックラインに首のパーツをつけよう。背中心を縫い合わせる。トップの首のパーツを縫い付けていく。まん丸の立体だから4箇所1針だけしつけをしておこう。ここの縫い代は5ミリぐらいカット。
アームホールカバーをアームホールに縫い付けていく。アームホールにアームホール用の段ボールを当てて、その上にアームホール用の補強布を当てて縫い付けていく。段ボールを縫わないように気をつけて、縫い代同士で縫い合わせていこう。本当はこういうような筒をトルソーの真ん中に通して、こういうスタンドにこう通して立てる仕様なんだけれど、プラスチックの筒もないし、この棒は取り外せるから直接この棒をトルソーに刺そうかな。でも少し凹凸があるから凸凹を滑らかにするためにこのアクリルテープを巻いて凹凸をなくそう。よし、いい感じに滑らかになったかな。ではこの棒を通すパイプスリーブを縫っていこう。パイプスリーブに緩みなく棒が入るかチェック。大丈夫そうだね。このパイプスリーブにバックインナーサポートとフロントインナーサポートを縫い付けていこう。これらはパイプスリーブをまっすぐに保って内部を支えるから結構重要だ。強度が強まるように何本かここにステッチを入れていこう。縫い代を開いていこう。これはちょうど私が横を向いた断面のフォルムだね。このぽっこりしてるところはお尻だ。トルソー本体の前中心の縫い代と後ろ中心の縫い代に今作ったインナーサポートを縫い付けていこう。首の部分に入れるスポンジをカットしていこう。首のサイズにカッターでカットしていく。いよいよ作業も終盤だ。昨日カットしたこの首のスポンジを首のところに入れていく。トルソーの底の部分を縫っていこう。
カーブや余計な縫い代をカット。表に返してアイロンで整えよう。ファスナーをつけていく。トルソー本体に今作った底を中表で縫い付けていこう。表に返したらだいたい本体は出来上がり。いよいよ綿を詰めていこう。綿は3キロ一応買っておいた。首、肩と上から順に綿を詰めていこう。ちょっとずつ綿をほぐしながら入れていく。この作業が結構地味に大変だ。綿を詰めながらこまめにサイズを測っておく。トルソーがシワにならないようにパンパンに詰めたいんだけど、そうするとサイズが超えちゃうから、ある程度ちょっとシワになっちゃうのはしょうがないかな。綿が詰まってきたら底の段ボールをこうして入れて、パイプスリーブの下のフリンジを段ボールに接着していく。仕上げにこの穴からちょっと綿を詰めて、チャックを閉めたら完成だ。